皆さんアロハ皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいラルラタイムズです。イエイ。最近初めて24時間営業のジムに登録してハマっております。メインパーソナリティを務めます瀬野和也です。よろしくお願いします。そして同じく最近ジムに登録してもうここ3日連続で通ってます三浦しおりです。よろしくお願いします。イエーイ。というわけで今回24回目ですけれども、はい、まあ最近ハマってるっていうかね、もうずっとね、まあね、頑張ってはいたけれどもね、初めて24時間ジム登録してね、いやいいですね、綺麗でね、いつでも行ける、ね、今日も来てますよね、いいですよ、めっちゃいいですよまあ今日24回目で今日はここ、スタジオお花でね、はい、撮影をさせていただいているわけですけれどもね、僕たちホープスタジオで撮影したりとか、またスタジオここのスタジオ花よく使わせてもらってて、はい、撮影で今日のゲストは、ね、今日もねスペシャルなゲストを迎えるんですけど、はい、このスタジオ花の主ですね主でございますね。主でございます。はい、はい、じゃあゲストの自己紹介をお願いします。はい、最近ハマってることは子どもたちと学校に一緒に歩いていくんですけども、その歩いていく途中で野菜が売ってるのね、その野菜が何を売ってるかっていうのをいつもチェックしながら小銭を握りしめながら学校まで行くのが結構毎朝の楽しみです。はい、みもです。素敵素敵はい、そしてはい最近ハマってることは無になりたい時に無料の少年漫画を新しいのをちょっとだけ読んで現実逃避することです下坂かおりです闇深い心配になるね本当に無になりたい時に少年漫画読むって現実逃避したいだよね。無になりたいねはい。いやいつもねありがとうございます。スタジオ花使わせていただいてこんなね今回はもうクリスマス仕様になっていますね。ねえもうすぐねもうちょっとしたらクリスマスですけどもね。ねえ、そしてなんかもちろんここのスタジオ花もねそうだけれども2人にはもうたくさん。僕たちだけじゃなくて多分見てる人でたくさんお世話になった人もね、はい、いらっしゃると思うんだけどもいつも使えるねえ母って僕は言っていい僕は割と年齢が近いんでね言ったらダメだねねえでもなんかこういつもこう使える心を持って、そしてまた励ましてくれてまたね言葉だけじゃなくてねいろんなご飯作ってくれたりね。そう絶対家に行くとご飯を作ってくれるっていうなんだろう機内音みたいな感じでね。そう僕一時期なんかすごいケトジェニックダイエットってなんかすごい炭水化物を抜いてでなんか脂質をいっぱい取るみたいなダイエットやってたんだけど、突然こう家に行ってで突然その行ったにもかかわらず僕が食べれる料理を作ってくれるっていうそうその気遣いとかねなんかちょっと照れてますねもうねそこついたらもうねちょっとずっと思ってたこんなかおちゃんちょっとあんまり見れないかもしれないレアかおちゃんかもしれないちょっと待ってレアだなすごいレアだどうしようそうね腹筋につらのジムでやめてすごいあんまり振らないで声さっきまで初じゃん本当よまあこんな感じでね、はい、いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ2人はすごいまあね学生時代はかおちゃんなんかねやんちゃ時代があったっていうのを聞いてるんですけれどもあれとかやっぱそういう人は自分がやんちゃしてたっていうそういうふうな自覚がないんだねもうまずすごい今はねもう教会でコミットして使えていて2人ともダンスチームだったりまたキッズを通してね使えていますけれどもイエス様に出会ったきっかけっていうのはどんな2人とも同じタイミングでとかってことだったんですか？救われたきっかけっていうのが私と母親が最初で
横にいるかおちゃんは姉なんだけども、はいはい、そうでかおちゃんは後からだったんだけど、そうなんで私と母親が救われたのかって言ったら、まあその父親は最初はいたんだけど、私が中2でかおちゃんが高2の時に完全に家を出て行った、そうでもなんかその時に、まあ、それまでも結構いてもいないような父親だったから、だからなんか父親と過ごす時間とかがごくごくたまにあると、知らないおじさんと、まあ知ってるけど知らないおじさんと出かけるみたいな、そういう感覚だったから、父親っていうものがどういうものかっていうのを知らないで割と育ってきた感じだったのね。そうでもやっぱりその出ていくっていうのが決まった時にやっぱりすごい言いようもない感情があって、で最後に見送ったのが一人だったんだけど、まあ、その時に言われた言葉がなんか私のその綺麗になっていく姿とか、将来結婚する時のなんか花嫁姿とか見てあげられなくてごめんねっていう風になんか言われて、でなんかそれを言ってからドアをカチャって閉めてね出て行ったから、なんかもうその言葉がずっともうわーんって残ってて、残ってたのと、あとやっぱ結構父親がまあちょっと悪い人と絡んでた時期があって、まあそのね裏の世界の方と、でやっぱそこから電話がかかってくるようになった時期が一時期あって、で私たちも結構脅されて、娘たちの命はないぞって言われて、で母親が突然ね学校うちらが行ってる時に迎えに来ることとかもあって、そうだからそうやって電話がかかってくるから電話の音もダメになっちゃって、電話の音もダメだしドアが閉まる音もダメになっちゃったね、その時期から。で結構外ではすごい明るく元気な子だったわけよ、で家の中もやっぱり母親が泣いちゃうから、なんか私はいい子、なんかもう何も問題のないいい子でいる、だからそういう自分を家でも演じるし外でも演じなきゃいけないで、結構もう心が疲れてて本当の自分がもう何なのかがよく分かんない、そうでだからなんかねある時本当に中学校3年生の時に、まあ、その時一軒家に住んでたんだけど、もう家のベランダからこのまま飛び降りちゃいたいって何回もすっごい本当にずっと窓見ながら思ってて、でも飛び降りたら母親が泣いちゃうよなと思ってとどまるみたいな、結構そういうのでなんか本当にこの先生きてても意味があるのかなってずっと思ってた。そうで高校に入って高校1年生の時に親友になった子が牧師先生の娘さんで、そうでその子の家が教会とつながってたから、家に遊びに行くには教会を通って家に行くみたいな、そうでだし音楽が好きだったから、よくフルートコンサートとかピアノのコンサートとか教会でよくあったのね、でそういうのに音楽好きっていうのを知ってて誘ってくれたの、でそういうのを聞きに行ったりしてて、教会っていいなとは思ってたけど毎週行くっていう感覚はなかったんだけど、まあ、なんかちょっと長くなるから端折ると、なんかある事件がきっかけに母親と高校3年生の時に日曜日の礼拝に行ってみようって言って行くことになって、もうその時に結構もう強烈に最初に母親がすぐ私救いを受け入れますみたいな感じになって、で私もなんかもうここにずっと行きたいってなんかこう結構感覚で思って、そうでその時は感覚で思って2ヶ月後に母親と一緒に洗礼を受けて、でその次の年に学生キャンプっていうのが教会であって、でその時にキャンプに行った時に牧師先生がそのキャンプの中でメッセージをするのね、でそのメッセージの中に普通に話してるのをこうずっと最初は聞いてたんだけど、ある時牧師先生が話してるんだけどなんか牧師先生じゃない声で突然すごい聞こえてきた瞬間があって、それが御言葉だったんだけど、私はあなたを見捨てて一人にはしない、私はあなたを孤児としないっていうヨハネの御言葉と義明の御言葉を言われた時に結構もう轟のようにその声が聞こえてきて、もうなんかその場で泣き崩れて結構気を失ったぐらいになって、そんな経験が初めてだったから
何が起きたか自分で分かんなくて、ですごい先輩の、先生に連れて行かれて、ですごい神様を体験したねって言われて、それでもう初めて本当にあなたを孤児としないよ、私はあなたを見捨てないよって言われた時に、いろんなね裏切りとか、やっぱ父親の裏切りが大きかったから、もう人間不信に陥ってたけど、この人だけは私を見捨てないんだっていう風に思って、もうそっからは絶対に食らいついていこうっていう風に思って、なんか洗礼の方が先だったけど、その3ヶ月後にあったその体験で初めてすごい救いを本当に受け入れたって感じだった。そうそう、それが高校3年生の時だった。そうだったんだ。かおちゃんはどんな感じで？私は初め母とミモが教会行ってたんだけど、私その時仕事をしていて土日休みの仕事じゃなかったの。だから日曜日教会行けないでしょ、だから行ってなかったの最初、でそこの仕事を4年やって、でも18から働いてたからさ、でいきなりもう大都会で、いろんな人がいる環境の中で行って、父親のこととかもいろんなことがある中での職場だったわけで、楽しかったけどすごい心が疲れちゃって、いろんな体にね、それこそねストレスみたいなのが、出るようになったの。その時自分がストレス抱えてるなんて分かってなかったんだけど、若かったし。でもうちの母親はそれを見て、いやもうちょっと結構限界だなみたいないうので、もう結構体もいろいろ壊してきてたし、もともと丈夫だったんだけど、いろいろ体壊して、それで病院とか通うようになって、それでもういいよやめてみたいな、見るに見かねてお母さんがねそう言ってくれて、それで、やめたのね。辞めた瞬間にいろいろジンマシンとかブワーとか出たから、やっぱ相当体の中にいろいろ溜まってたんだなと思って、そう半年ぐらいそのジンマシンもなかなか治らなかったんだけど、辞めて、しばらく休職っていうかしたのかな。でその間に土日空くでしょ、だから日曜日行けるわけじゃん。で行くわけじゃん、日曜日教会に。で初めは嫌だなと思ったの。K 達成と思ってなんか信じてるみたいな。そう、いや生き始めてるって時なんか思わなかった？いやもうK 達成と思ってたの。もうダッサーって感じ思ってたので、生き始めたのは知ってたし、その生き始めたきっかけはもちろんミモがその友達にね連れてきたその牧師さんの娘さんとすごい仲良くって、よくうちにも遊びに来てたから、それはもちろん知ってるし、ちょこちょこその教会に行ってるっていうのも分かってたけど、別に私はそこ別に何にも思わなくって、たまたまその生き始めたその母親も一緒に日曜日行くっていう風にきっかけに なり始めたのが、私がその時に原付バイクで事故を起こして人を当てちゃったんだよね。で当てた相手の方がちょっと新興宗教の方で、ちゃんとすぐ病院にも連れてったし、いろいろお見舞いっていうかね、母親と一緒に謝りに行ったりとかもしたんだけど、全然許してもらえなくって、で最終的にこうでこういうものを買ったらとか、こういうものをやってくれたら、要はその宗教に入ってくれたらいいですよみたいな、許しますよっていう風に言われて、でみたいな。で母親はそういうのが分かんなかったから、相談する相手が分かんなくって、でパッと浮かんだのがそのお友達のお父さんの牧師先生だった。それでうちの母が何回かね、親同士で面識があったから電話して、こうでこういうこと言われたんですけどどうすればいいですかっていうことですぐ家近いから会いに行って、先生に話しに行って、先生が間じゃ僕入りますよって言ってくださって、でも結局その牧師先生が入るよって言ってその新興宗教を勧められた方に連絡したら、もういいですみたいな感じでそこ身を引いてくれたから、それは事なきを得たっていうか、何もなかったかのように終わったんだけども、そこから先生とまだ母がいろいろ話をして、もうその時に母親がね抱えてる問題っていうものが大きかったから、
いろいろ話をして、お父さんのこととか、お父さんのこと、お父さんのこと経済的なこととかも、そういう話とかを相談に乗ってもらってて、そこからですわね、うちの母とミモが教会行き始めたの。でも私はその時まだ働いてたから行ってなくって、そこからちょっと話が戻っててか、土日が休みになりました、フリーになります、教会に行きます、じゃあ一人になるじゃんみたいな、じゃあ行ってみるかって感じだったんだけど、そもそもなんか家でその賛美、ね、今では賛美大好きだけど聴いてる賛美がなんかもうダメだったの、私的に。もう達成って思う基本ダサいかダサくないかなんだねでね、まだ尖ってたから、そういう風に思っちゃってて、なんだろう、それを家の中とかでつけられるともうねブチって止めるみたいな。そうだったんだ。そういう感じ。なんかうるさいみたいな、ブチみたいな。で2人の反応はチーンって感じなんか想像つく母ちゃん怒っちゃったねみたいなでまたしばらくじゃつけるんだけど、私またうっさいっつってんじゃんみたいな、なんかそういう感じだったの、でもだからそういう尖った状態で教会に行くからなんか大迷惑だっただろうなって当時は思うんだけどなんか扱いづらい子が来たみたいなさ思うじゃんそうと思われてたんだろうけど、でもそれでも、行った瞬間はで教会の人ってこんなに優しいんだと思ったの。なんか今まで私が世の中の人と、ね、人間関係でちょっとだいぶ疲れちゃってたし、いろんな裏切りっていうものも自分の中で経験してたから、こんなに優しい人たちがこの世の中にいるんだと思って別世界だなと思ったの。なんかこの今まで私が接してきた人たちとの人なんか人たちがね、でと思って、なんかそういう初めその人たちに惹かれて多分教会に行って居心地が良かったから、行ったら優しくしてもらえるし、自分よりちょっと上の世代の男性女性とか何かいて、その時でいう青年会みたいな、分かってないけどそういうの入れられて、毎回なんか奉仕させられるの。その時に奉仕っても分かってないんだけど、なんかキャンプの下見行ったりとか、毎週土曜日のお祈り会とかに毎回出席っていうか誘われて、で祈れないんだよ。だけど毎回それを声かけて、だから毎週その子たちと関わるようになって、で夏のキャンプ、ユースキャンプだよねのスタッフだったの。でも救われてないんだよ全然。だから自分も信じてないのに、信じてないし、巻き込まれてるだけでも巻き込まれてないって分かってないの、だけどなんか行って、彼女は普通に出るじゃん集会も、でもスタッフも一緒に集会は出ていいですよって言われてたから、奉仕終わった集会に一緒に出てたの。そしたらスタッフなんだけど、その集会の中でなんか招きがあって、でなんかわーって自分が超大泣きして、悲しくもないのに、だけどその時の自分の感情っていうか、もうことはなんかとにかく私変わりたいしかなかったの。頭の中であったのは、こんな私変わりたい、こんな汚い私変わりたいっていうのを、変われない、努力しても変われない自分が変わりたいっていう思いでものすごい自分の中で込み上げてきたものがあったなっていうのは一つ覚えてって、自分の中で何かこう触れられたっていうか、その時もよく分かってなかったんだけど、あったんだなっていうのがあって、でもそこから多分 1,2 ヶ月ぐらいで洗礼を受けたんだよね。先生に勧められて、なんか受けるって言われたら、受けようかなみたいなで洗礼を受けて、で受けた時もなんかどう洗礼受けてってよく聞かれるじゃん。よくわかんないみたいなそんな感じだったの。でもその後の礼拝メッセージの中で、何ヶ月か経って礼拝メッセージの中で礼拝メッセージもさ、なんか難しくって分かんなかったんだよね、意味が全然、だけどその中でメッセージの中で一つだけその時にある時御言葉が響いてきたのが、イザヤ43章の4節で、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっていう御言葉がボンってきたの。メッセージの内容分かってないんだけど、その御言葉だけを先生が語られた時に、そこだけがボンって入ってきた時に、私をこれだけ無条件でこんな私を唯一愛してくれて、
なんて言うんだろう、それでもそのままでこのままで受け入れてくれる絶対的な人がいるんだっていう存在を自分がそこで受け入れたというか、なんかそこで初めて救いっていうか救われたっていう自分の中での変化を経験したなって思います。2人はこうやってね、そこからずっと信仰っていうのがここまでこう続いてくる中で、まあさっきもねチロッとお母さんがって話も聞いたけど、2人にとってやっぱお母さんの存在っていうのは大きかった。どういうふうに大きかったんですか？私はなんかその妹だったから、なんかそのかおちゃんの方が先に社会に出てくれて、家計を助けてくれた。でやっぱその負い目もあって、なんか私は短大なんかその教職を取りたかったのね、その幼稚園の先生にずっとなりたいっていう、なんかある意味もうそれにしがみついて学生時代はなんか頑張ったっていうか、めちゃくちゃ勉強したみたいな感じだったから、でもそれが大学に行かせてもらったっていうのがすごい負い目にあって、っていうのはなんか母子家庭でさ、母親も結構病気がちだったから働けなくて、なんかそうするとやっぱすごいね、本当に家計が緊迫してる中でさ、結構ね本当に母親の貯金全部をはたいて大学に行かせてくれたのね。で私も体がね病気があって弱かったから、奨学金は絶対に取らないでっていうことを言われて、でなんかそしたらもうやっぱり全額返さなきゃって思って、なんかその就職してからやっぱりそのほとんど給料は渡すっていうのをね、なんか私たちは社会人になってからずっとやり続けて、でもそうするとやっぱ自分が自由になるお金がないわけよ。で世の普通になんか社会でできる友達っていうのは割と結構女の子だから実家に住んでて、やっぱりそしたら自分の働いたお金は自分で自由にできるわけよね。できないでしょ。だから遊びに一緒に行けないわけ、でやっぱその時に彼氏とかできるでしょ。でそうしてもデートに行けないわけ、お金がないから、なんかそれがすごいね辛くって、やっぱそういうのでなんで母子家庭なんだろうってすごい何度も思った。でもやっぱり本当に来月過ごすお金がないとかをなんかリアルに毎回言われるわけ、家計簿見せられて。でその時にやっぱりさ、一番ね母親が辛いじゃない、娘たちに働かせて、なんかでもお金がないって言って、でそしたらやっぱりひざまずいて泣きながら祈るわけよ、お母さんが。やっぱその姿を目の当たりにするとやっぱりもうなんかすごい言いようもない感情になって、自分たちは自分で働かなきゃって思って、ある意味自分の力で頑張ろうとするけども、このお金すらも神様が運んできてくれるんだっていうような思いに、その姿を見るたびに変えられるっていうかを教えられる、だから本当に一緒に祈る。なんか母親がそうやって祈る姿を見せてくれて祈る。でも本当何度もね3人でひざまずいて泣いて祈る。そしたら本当次の月にちょうど足りる分だけが与えられるわけよ多くもなく少なくもなくちょうどのものが、でもそうやって生活してきたから、やっぱその生活費っていうのがすごい毎回のチャレンジだったけど、やっぱりそれによってものすごく鍛えられてストレッチされて、なんかだからその神様への信仰っていうのがもう何が何でもしがみつかないと自分たちはやっていけないっていうので、すっごいもういやおうなしに強められていくっていうかでだったし、なんかそれでも母親ってすごいギビングな人で、自分たちはないのに悩んでる人とか家に呼ぶわけよ。でだから私の友達とかも私が家にいないのに男女関わらず家にいるわけよで母親が悩みを聞き祈りご飯を食べさせ、
最後はお土産を持たせて帰らせるっていうのを必ず毎回やってんの。だからいつもなんか誰かがいるっていう感じで、でも自分たちはもう仕事疲れて帰ってきたらいるわけよそうすると自分たちは食べるものがないって言ってるのに人にあげるわけよねもうその葛藤でもやっぱそれも母親はそこで苦と思わないんだよね、それだけに悩んでる人がいるならば自分たちがそれを分け与えればいいじゃないかっていう考えの人だったから、そういうのもすごい最初は嫌だって思ってたけども、だけどこれを残してたら自分たちはちょっとリッチなデザートが買えるのにとか思ってたけれども、やっぱりその時間がやっぱり割と好きだったっていうか、やっぱそうしてくれる母親を結構誇りに思ってたんだよね。だから嫌だなって思いながらもすごい尊敬してたから、やっぱり多分それを今自分は同じようなことしてるんだなっていうことを、まあお互いにだけど今まさに思ったそうだから知らず知らずにそういう姿を見せられて、信仰的にもそうだけど生き方とかもなんか自分のどうこうじゃないっていう、なんかその母親がそれから病気になっていくんだけども、その入院、ね、生活が長くなっていったらやっぱりしんどいわけよね。でその病室の中でだいたい母親が一番症状が重いのね、なのに全然皆さん軽い人たちに大丈夫だよとかって言って毎回話をしに行ってたり、毎回なんかすごい若いペーペーの看護師さんとかの悩み相談とかをお見舞いこうなんか行くと聞いてるから、なんか誰かしらがこう来てるわけよね。でなんか話を聞いて大丈夫だからっていうのを話をしてて、なんかそういう姿とかもなんかそれで帰った後になんかみっちゃんあの子がねすごいこういうことで悩んでてね、でもなんかこういうことで祈っててあげてとかって言って話してあげて、あなた年が近いからとかって言われるとうまかったって言って後で話して、なんか自分たちはクリスチャンなので祈ってますねとかっていうのを後で母親は病室が出れないから行って言ったりとか、多分そういうのを通しても教えられてるっていうか、なんか常にそうせねばならぬじゃなくてそうするのが当たり前っていう中で育ってきてたから、なんかそれが本当に当たり前だったのね。でもなんか今考えれば本当にそれってなんか学校じゃ習えないっていうか、なんか普通にねなんか何も苦労もなく生きてたらそういうのは習えなかったなって思って、だからすっごいそういうのは本当に今思えば感謝してる。なんか本当に自分の心のメンターだったなって、信仰の上でもメンターだったなっていうふうに思う。かおちゃんにとってはそう良くも悪くも感情をえぐられる人って感じだったので、もちろん本当に今ミモが言った通り本当その通りの人で、そういう部分がリスペクトできる部分もあって、まさにそれを私たちもそれを見て一緒にそこで生活してるから、多分それが当たり前のように多分今も思ってるっていうか、してる部分もあると思うし、やっぱ見て育ってるからっていうのもあるんだけど、私ミもどうかわかんないけど、私自分の感情とか自分の内側を話すこととか人にそれを見せることがものすごい苦手で、隠すタイプだったの。良いことも悪いことも。だから私のその負の部分っていうかさ、こう傷ついてる部分だったり今思ってる感情だったり、それがなんか悲しいのか辛いのかなんか怒りなのか何なのか寂しいのかっていうのが何一つ出てこないっていうのをよく母親に言われていて、でもなんか別にそんなことあなたに話さなくてよくないみたいな、そういう態度だったの。私本当になんか可愛くないよねそうでも本当にそれ誰にでも対してそうだったの。だから誰にも心を開いてないっていうのが本当で、その当時はね、なんかもちろんそれ親にもそうだし多分ミモにもそうだし、そのね付き合ってもその付き合った人にも心は絶対開いてないので、自分そんなつもりないんだけどなんか長続きしないよねそんなのって。
その中でも虚しさを感じていたし、どうして私この人間関係あんまうまくいかないんだろうとかさ思ってたんだけど、そのある意味その感情を見抜く部分では母親もなんかすごくって、なんかそういうところをグイグイ指摘してくるわけ、心開いてないじゃんとか、そういうことをすごい言ってきて、なんかだんだんそうなんだ、自分そういうところがあるんだっていう風にだんだん思うようになってきたんだよね。こういうこともうまくいかない、こういうこともうまくいかない、それって状況や相手じゃなくて自分なんだっていうことを気づかせてくれて、で自分の中で祈ったりとか、どうしたらその自分がね感情を出せるんだろうとか思ってたんだけど、本当にそういう自分のなんて言うんだろう、一番負の部分っていうか怒りの感情だったり、そういったものを引き出すきっかけとか祈りを多分すごくしてくれてたんだよね、彼女は。なぜならそれを抱えてると私が苦しいっていうのが分かっていたし、そこからのやっぱブレイクスルーがやっぱしてほしい、乗り越えてほしいと思っていたからだと思うんだけども、そういう部分のある意味メンターっていうか部分でもあったし、あと本当に私母がね死ぬ前というか手に召される前にもう召されるね1年ぐらい前は本当にね1ヶ月おきの入退院繰り返しなので、ちょっと良くなって数値がちょっと良くなったら退院させられるんだけど、でもすぐ数値が悪くなるからまた入院してっていうのが1ヶ月おきぐらいにあったんだけど、ちょうど母が亡くなる半年ぐらい前の時にたまたま退院してきた時で家にいる時だったのね、で私その時にちょうどシーズン的にものすごい教会に対する思いと自分のこれからの将来に対するビジョンっていうか使命みたいなのすごい祈らされてる時だったの、でそんなね母親の入退院のもうそれこそさケアっていうかそれだけでものすごい大変で何一つ余白なんてない状態だったのね、自分のこともそんななんかケアできないぐらいな、でもやったらそのことだけは祈らされてる時期だったので、ある時にデボーションしててヨハネの21章16節17節のペテロがさイエス様にあなたは私を愛しますか、じゃあ私の羊を飼いなさい、私の羊を養いなさいって3回問われるところがあるでしょ。その部分を有名な箇所だからさ毎回読んでるんだけど、やたらそれが迫ってきたので、神様何と思って、いや愛しなさいは分かるけど羊を養いなさいねと私無理ですっていうのをなんか、3日間ぐらい否定してたの私、なんか同じように迫ってくるから。でもう3日目になって逃げられなくなって、その思いが強すぎて、で私無理だって言ってるのにこれどういうこと、なんか受け入れたくないと思ったの。羊を飼うってどういうこと、何みたいな。でそれで3日目にそれがちょっとあまりに迫りすぎて怖くなって苦しくなっても泣きながら、うちの母親がちょうどねいた時に、いやママちょっとね調子悪いの分かってるんだけどこういう風にデボーションで示されて私どうしていいか分からないって、まさかこんな献身とかっていうことじゃないよねって言って、いやそうだよって普通に言われたのそうじゃないって言ってでその時でももうこれはもう本当に神様がそうやって示してるんだったらそれはもうそうなんだから、それにも従うしかないから従いなさいって言って、どう導かれるかわからない、今はわからないけども従いなさいということをもう言われたので、うちその時に母親も脳梗塞を生まれてたから右半身が麻痺してて、普段の時の言葉もあんまりまともに喋れなくなってたのね。だんだん弱くなってきて、ラリルレロとかのラ行とかがあんま舌が回らなかったのね。すごいだからなんていうの、ゆっくりな喋りだったの。だけどこの時にじゃあ私祈るからって言って祈りの時がもう本当にクリアで、そんななんかラリルレロが言えませんとかそういう人の祈りじゃない、めっちゃクリアな祈りを私に対して、その献身のね、もう私がちゃんとこの御言葉に対して従えるようにっていう風に祈ってくれたっていうのがもうすごい今でも覚えていて、もう号泣よ私も。でも
それがもう本当になくなるというか、召される半年ぐらい前っていうの、それが私にとって今でも財産というか遺産というか、その祈りがあるからこそ今もあったからこそ今もなんか立ってられるっていうか、いうのはすごい思います。そのお祈り後の半年後、お母さんを亡くしたっていうことで、そのね、すごい2人にとっても、娘としてもまたクリスチャンとしても大きい存在だったお母さんをこう亡くすってなると、やっぱりどうして私のお母さんがっていうふうに神様に対するこう不信感というかっていうのが、私だったらすごい感じるんだろうなっていうのすごいあるんだけれども、2人がこう今でもこう神様に従ってついていってる、2人にとってこのお母さんの死を通して体験したことっていうのありますか？なんかその亡くなる直前に、もう私はちょっともう遠くでなんか住んでたから、すぐその駆けつけた時にはもう結構もう見たこともないような表情とか姿になっていて、でね、たくさん管もつながれてるような状態で、先生は、延命治療の方をねしますかっていうことだったんだよね。でその時に、先生がいなくなった後で母親に手を握られて、もうしないで、もうやめて、もうしないでっていうのを聞いた時に、かおちゃんにももう楽にしてあげようって言って、でそうだねって言って、でもう何もしないでいいですって言って、でもうほんとその日だよね、その日が明けてすぐに天に召されたんだけども、その後に見た表情は本当に穏やかな顔をしてて、なんかいつもの前の母親のなんか本当にちょっと笑ってるような表情で、思わずそれで一緒に写真撮ったんだよね。そうで、なんかそれでもさ、なんかその時に本当になんか話したのは、イエス様のとこに行ったんだねって、なんかやっと行けたねっていう、なんか逆に安心感だったね、もう苦しい思いしなくてよくなったねっていう安心感で、それはすごいあった。だけどやっぱすごい寂しさが残って、その悲しさ寂しさっていうのは今でもあるかな。なんか、正直ね、なんか取れない、なんか、でもそれに対して神様から離れるっていうのがないのは、やっぱりそれまで過ごしてきた月日がやっぱりいろいろ見せてきてくれた。それを受け継がなきゃとかも思ってないんだけども、なんか一緒に歩んでるっていう感覚があるのと同時に、その娘たちがそのちっちゃい頃 1,2 歳の頃にね、よくその母親のもう写真でしか見てないんだけども、その昨日一緒に遊んだのとか、なんか昨日一緒に追いかけっこしたんだよねって言って2人で言ってたりとか、だから夢の中で会ってたんだろうなとか、そういうのがあったりとか、1回だけ母親が天国なんだろうなっていうところで、本当に若かりし頃の姿で本当に走ってて、もうそれが本当ダイヤモンドみたいにキラキラな上で走ってるっていう夢を見たのね。夢なのか現実なのか、それがもう1回だけなんだけど、それを見た時に本当に天国にいるんだなっていうのが分かって安心、でもやっぱ悲しさ寂しさは残るでしょ。でなんかすごい祈ったんだよね、神様にも。なんかこれから私大丈夫ですかっていうので祈り続けてで、まだその時になんか教会につながれてなかったの。なんかその結構出産が大変だったからずっと入院してて、でその後に引っ越しちゃったりとかもして、だから教会を探してる時期で、その時に今の教会にねなんか来て、でそしたら母親と同世代のねお母さん方がいて、でもうその
時にその日に行った時の賛美が Jesus is my center だったのね、でそれでもう大号泣して、イエス様はどんな私の悲しみ苦しみの中にもただ中にいてくださってるんだっていうので、なんかその日は本当にもう泣いて終わったって感じだったんだけども、なんか今の牧師先生の奥さんがねいるんだけど、が事情も分かんないのにすごい抱きしめてくれたのね。それでなんかなんか一人じゃないんだなっていうふうに思って、本当にイエス様は一緒にいてくださるし、神の家族はこうしてなんか私の周りにもまた用意してくださってるんだなっていうふうに思って、なんかそれでなんか結構徐々に上がってったけども、でもやっぱりまだ母のね命日が近づいてくると寂しいなっていうのは、会いたいなっていうのはすごいずっと残ってるし、多分ずっとあるんだろうなっていうのはある。今は思い出して泣くことも少し回数は減ったけど、そもそも母が亡くなるとかもういなくなるっていうことにしばらく受け入れられなくって、それこそさ夜中に息を引き取ったもんだから、私その時に泊まってて、でその瞬間って私しか見てなくて、だからその瞬間を受け入れることができなかった、その息がなくなるその瞬間を見たその場面を受け入れることがずっとできなくって、だからさっきね写真撮ったっていうふうに言ったけど、その写真をずっと多分ね見れなかったんだよね、受け入れられなかったから。でもちろんそのね前に進まなきゃいけないからいろんなことをやりこなしてはいたけども、母が亡くなって2年ぐらいしてから、なんかね私の心のバランスが崩れ始めたのか、駅から家まで歩く15分ぐらいあったんだけども、仕事帰りにね毎晩涙がね果てしなく出る時が続いたの。でそれがもう何日も何週間も続いて、私そろそろやばいなって自分で思ったの。ちょっとおかしい、自分おかしいと思って、そしてある日曜日にもう起きれなくなったの。日曜日の朝に教会行かなきゃいけないのに、で教会行かなきゃいけないの分かってて、体がでも動かないっていう時が何週間か続いて、どうしちゃったんだろう私と思ったんだけど、その時の感情っていうのはもうなんで神様は私を一人にするのという感情と、その時結婚してないからどうして私からどんどん家族を取っていくのって、お父さんも取ってお母さんも取って今度はミモも取っていくのって勝手に思ってたの。なんで私に家族を大事なもの大切な人をどんどん私の周りから取っていくのっていうことをずっと神様に訴えてて、だから神様これ以上私の家族取らないでっていうなんか祈りと、あとなんか母になんかすごい母をケア、その時はその母が生きてた時にはケアしてたつもりだけど全然自分できてなかった。なんであんな時喧嘩してたんだろうとか、なんかそういう母にできなかった後悔とかっていうのがずっと残ってて、その2つがねなんかを考えながらっていうか、ずっと駅から家までを歩いて涙が出るっていうのがで、1回家まで着いてしばらく1時間ぐらい涙が止まらないっていうのがなんかもう毎日続いて、私やばい、そろそろやばいなと思っていた頃に日曜も動けなくなって、でもこのままだと私本当に信仰からも離れちゃうっていう危機感を自分の中で感じたの。それで日曜日ベッドの中からいろいろ検索して、どっか今の時間から教会行けるとこないかなって探した時にニューホープ、その時まだ2回礼拝やってた時があったから2時半の礼拝があったの。今から起きて支度していけば2時半間に合うと思って、もうすごい意を決して行ったんだよね。でそこで、ニューホープに来て、さらにこの賛美の中とメッセージ初めの半年ぐらいは本当にそれこそ礼拝の中で泣いて帰ってっていう繰り返しだったと思う。半年ぐらいは、賛美の中でメッセージの中で泣いてで帰る。
っていう半年間繰り返しだったんだけど、徐々にそこから癒されていくっていう、涙を流してその悲しみ、記憶はあるんだけど悲しみが消えていく、薄れていくっていうのが何年か今もあるかなって感じなんだけども、本当に神様に向き合わされた時にそれが神様が少しずつそれを取ってってくれるっていう感覚で、記憶はあるし、あるんだけど薄くなっていくっていう感覚で、今ちょうど7年、今度8年になるのかな、母が召されて、少しずつ毎年毎年薄くなっていって、最近やっとね、一人じゃ見れなかったんだけど、1個だけ母が映ってる動画があって、でそれを最近本当にここ 2,3 年一人じゃ見れなかったんだけど、自分の旦那さんと一緒に初めてこう動画を動かすことができて、動いてる母親を見ることも、その写真を見ることとかもうできなかった。なんかなんていうんだ、そこでしか見れないなんかっていう現実を突きつけられてるみたいで、なんか見れなかったの。それをね、ようやく見れた時に、少し癒されてきてるんだっていう思いになったかなっていう感じ。もうそれまでにはね、果てしなく泣いてたんだけど、でもやっぱり時間がかかるなっていうのは思う。その中を通して体験した神様の恵みっていうのはありますか？もしもう一回人生があるんだったら、もう一回同じ家族がいいなって思う。なんか苦労があってもなんかね、そうやって普通の家庭がいいっていう風に思ってたけど、なんかでも今の家族じゃないと、こうやって過ごしてきてからじゃないと分からなかった人の痛みとか、なんかあと自分は病気になったりとかもしたから、なんかそういう病気を抱えてる人の思いとか、またなんかそれでもやらなきゃいけないっていう辛さとか、でもその中で働く神様の愛とか許しとか助けとかがダイレクトに来る瞬間とかをなんか本当に毎回感じられて、最終的には神様って本当に全部分かってるんだなっていう風に思わされた人生、まだ終わってないけどそれがなんかこれじゃないとなんか多分自分はこうやって作られてこなかったのかなっていう風に思うから、なんか同じようなのがいいなっていう風に思う。だから本当にお金じゃ買えない、なんか今もしね、すごい苦しいとか悩みがあるとか、すごい試練だなって思ってる人いっぱいいると思うけど、本当それって無駄じゃない。なんか私が本当毎回励まされる御言葉って、なんか全てのことを神は益としてくださるっていう、本当にその通りだなっていう風に毎回思う。でもその試練の時って辛いじゃん、なんか苦しいし悲しいし、だけども絶対それがなんかその後のその人の財産に変わっていく。だからなんかそれがあるんだよっていうのを絶対今なんか抱えてることは無駄じゃない、むしろ愛されてるからこそそうやって通されてるんだなっていうのをなんか毎回教えられてきたし、多分これからもそうなんだなって思います。かおちゃんは恵みっていうかね、なんかさっき言ったように、私の中での葛藤は家族を取られるっていうこと、お父さん取られてお母さん取られて、これ以上何を取るんですかって、なんかヨブじゃないけど、そのヨブを全部取られちゃってさ、あれだったんだけど、でも本当にそういうなんか訴える祈りをずっとしてきたわけで、私にこれ以上取らないでくださいって、なんか増やさなくてもいいから取らないでくださいっていう、なんかそういうなんか嘆きの祈りというかしていたんだけども、本当に、母が亡くなって4年後ですよね、今の主人と出会っ
て、結婚に導かれるわけなんだけども、もうそれも思ってもいないタイミングで、思ってもいない人で、思ってもいないなんて言うんだろう、相手だったんだよね本当に。だけど本当にもちろん今の旦那さんが素敵なのもあるけど、さらにその家族、旦那さんの家族がものすごい優しくて、で私の中で万が一結婚する時にすごいどんなお姑さんなんだろうっていつもどっかで思ってたの。でだけどその旦那さんのお母さんねがすごいいい人で、私と同じ誕生日なんだけど、いつも私たちのそのね教会とかミニストリーの働きをなんか否定せず全面的に応援してくれるっていうか、そういう方なんですよ。で行けばご飯作ってくれてとか、本当に申し訳ないぐらいに全部やってくれるのね。で妹さんもお父さんもみんな優しいの、でそういう家族をいきなりボンって与えられたんだよね、ある意味、であの時の嘆きのあんな祈りを神様はこういう祝福に変えてくれたんだなっていうのをすごい思わされた、で自分に家族を取らないでくださいって、私にこれ以上私の大切な人を取らないでくださいっていうふうに祈ってたけど、そうやって大切な家族がまた今度新しく与えられてっていう体験をしたかな、それが本当にその母の召された後に大きな恵みだったなって、今もだったなっていうかだなって今思ってる、すごくね結婚が私遅め40過ぎてからの結婚だから遅いんだけど、それまでねすごい十何年多分祈ってきたんだけども、でもこのタイミングだったんだなっていうのが、そのと祈ってる時にはなんて神様っていう風に思う思いもあったけど、いやなんかそんな例えばもうタイミング的に母のねとの、ね、介護とかしながら結婚なんかできないだろうとか現実的にあったしとかあったけど、でもこのタイミングだったんだなっていうのを待たされたけど、その待つっていう忍耐を養われる時でもあったし、やっぱいろんなその自分の内側の訓練もあったし、このタイミングだったんだなっていうのをすごい思わされてます。で今日2人からいろんな話を聞かせてもらって、やっぱりこう弱さだったりこう足りなさというか、そういう中にこそ完全な神の力が働くっていうのをすごく感じて、そうだからそこを通ってる時はねすごく辛いんだけども、でもそこをやっぱりお母さんが受け入れて、その状況の中でこう2人のお母さんが祈ってきた、その中に神様をこうお迎えして祈って信頼し続けたっていうのがこう今につながってるんだなっていうのをすごい感じたんだよね。しかもその2人本当にその人生、他の誰の人生がどういいとかってないけれども、本当にこう苦しい中を通ってきたけど、本当にこの今こう2人がいろんな人励ましてて、いろんな人に神様の愛伝えてて、なんか本当にその人生昔のだけを切り取ったら弱さとかなんか悲しさとかしかないかもしれないけれども、本当に今全部を見た時に全部完璧だったってこう今2人タイミングもかおちゃんの結婚のタイミングも本当にこう完璧だったってこう思える、なんか今和也が言ってくれたけれども、本当にその全てをね益としてくださって、でこう弱さも全て神様が栄光を表すために用いてくださるんだなっていうのをすごい私も励まされました。ね、そこがなかったら今でもかおちゃんは何に対してもダッセってトゲトゲ言ってるかもしれない。何しおりの靴下ダッセって言ってたかもしれない。
ね言われたまだブレイクするが必要だから今思ってない、今可愛いと思ってだってほらね、おそろっちのやついただいてるからね、入ってますよ夜寝るよね。だからこうしてね、もう僕らもだし、いろんなたくさんの人たちが2人から本当によくしてもらってるけど、でもその背景には今日話してくれたそういうストーリーがあって、なんていうの、そのまま何も問題なくこう歩いてきたからこうあるんじゃなくて、その優しさだったり、本当にこう使える心だったり、そういう心を持ってる2人の背後にはたくさんの祈りが積まれて、たくさんの信仰のチャレンジの中で神様あなたに従います、そこはなんで私なんですか、なんでこういうことが起こるんですか、だけどもその中でも最後には必ず神様あなたに従っていきます、あなたを信頼しますって選び続けた2人の選択があったんだなっていうのをすごく感じますね。なんか今日からこの後2人のご飯食べるときさらに味が美味しく感じる味わいながらこのね積まれた祈りがね、本当に信仰チャレンジをね取ってきたね2人、そしてお母さんがいたからこそっていうねありますね。ちなみにですが、母のレシピを彼女はだいぶ引き継いでますが、私は全く引き継いでません。私はすべてクックパッドです。いやでもかおちゃんの作ってくれたオムレツうまかったぜ。最高に美味しかったよね。即席のね。最高だったね。もうその私が引き継いでる時はトゲトゲしてた。毛出せって言ってたからね。そう本当毛出せと思って。なんか私のやることじゃないし。本当ずっと思ってた。もう本当にね。そう。でも優しかったよ。本当に優しかった。優しかったけど、多分心の内側は毛出せってがちょいちょい出てくる。そういう時はちょっとこそこそこっち怒ってる。ね、だから2人のようにね、きっと今大変なね、ところを通ってる人たちの人生の中にも、そこにも神の力は本当に働かれる、完全さが現れるんだなって。でこうなんだろう、その人自身がそこから癒されるだけじゃなくて、その人が用いられていく神様の働きって今2人がそうなようにこう2人自身がそれでこう与えられたりとかって養われる、さらにそこから外にその愛を伝えていく働き手と用いられていくんだな、神様の愛ってなんかさらにそこにこう飛躍していくんだなっていうのをすごい感じて、なんか私たちとかね、なんかそれこそ見てくださってる方で、なんか私本当に、全然そんなことないって思うかもしれないけど、神様の力が働いた時に、そういうのに用いられていくなっていうのすごい励まされましたね。はい、というわけで今日の24回目は、みもちゃんとかおちゃんの姉妹に来てもらいました。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。僕はね、かおちゃんのね旦那様は僕が15歳の時から知ってるベストフレンドですので、ね、これから僕はたいちゃんと一泊でどっか旅行行こうかみたいな話をしてるんですけど、主よなぜ私の旦那を取るんですかで、かおちゃんがね、出せって思われないように、なんかいいお土産を。そうだね。お土産も毛出せって思われない。プレッシャー。よくない言葉だな。改めます。聞いたことないけどね、かおちゃんが出せってね、変えられたんですよ。変えられました。変えられた。ちょっと出てくる。ちょっと出てきた。で、またいつかね、それぞれの旦那さんとのねストーリーもね、ぜひ聞きたいのでね、はい、またぜひ来てください。ぜひ。ありがとうございます。はい、ということで次回のラウラウタイムズの放送は11月の24日の夜7時半からですね。はい。また誰が来てくださるのか、楽しみに待っていてくださいね。また次回のラウラウタイムズでお会いしましょう。God bless you!